皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢関連のニュースを取り上げていきます。日本の地上波放送においては、ウクライナ情勢に関する細かなニュースについてはほとんど取り上げられなくなってきたので、ぜひともこのチャンネルで情報の更新を行っていってください。今回取り上げる主な話題としては、ロシアの足元が少しずつ揺らいできている。一つ一つは大きな出来事ではないものの、確実にロシア内部における劣化が進んでいることを取り上げていきます。また、ウクライナ情勢は決して日本にとっても人事ではありません。中国の動向を考えるときに、今後日本が取らなければならない問題について情報を追っていく必要があります。日本自身も防衛力を高めなければなりませんが、しかし日本だけでどうこうしようとするのも限界があります。そこで必要になるのが他の国との連携です。日本の NATO との協力関係の強化について取り上げていきます。それではまずは、ロシア軍内部での劣化が進んでいる、より古い兵器を使っている話から取り上げていきましょう。こちらは旧ソ連製の M46 という大砲です。開発されたのが1950年代とあって70年もののかなりのヴィンテージ兵器となります。これまで取り上げてきたロシア軍に関する情報の一つとしてロシア軍の砲身の製造能力が限られているという話をしました。一方でロシアはソ連時代に作られてきた榴弾砲や火の砲身などそうした遺産を頼りに戦いを進めてきました。しかしいよいよもって再生品には限りがあるし、新しく作るにはあまりにも生産量が足りないとなって、より古い兵器の活用に活路を見出しています。この旧ソ連製の M46 130mm 砲は射程27キロ、保管されているものが665門あるとされています。この 130mm 砲はその後 152mm 砲へと主力が移っていく中で、現在では退役し、ロシア軍では正面装備には数えられていません。しかし、兵器そのものとしては存在しますから、これを再生し、前線に送り、さあ使おうという段階へと入ってきているのです。こちらは左の写真が列車に乗せられて前線へと向かうところ、そして実際に使われているよと報告されている写真が右のものです。ロシアでは現在、この大砲に使う 130mm 砲弾は製造するラインがないそうです。ですので、この大砲に使う砲弾については、主に北朝鮮製のものが採用されているそうです。北朝鮮製の砲弾を使うなんて大丈夫かなと思われるかもしれませんが、その心配は当たっています。早速、黒焦げになっている 130mm 砲の写真が挙げられていました。こちらの M46 130mm 砲に関しては、南部戦線ヘルソン州における戦いでこのような姿になったそうです。ただし、北朝鮮製の砲弾を使ったことにより暴発で吹っ飛んでしまったのか、それともウクライナ軍との砲撃戦の結果としてこうなったのかについては判然としません。まあどちらの可能性もあるといったところがこの兵器の弱点となるでしょう。何しろ北朝鮮製の弾薬類についてはその不良率が異常に高いといったことが報告されていますから、敵にやられるよりも味方にやられるといった光景も珍しくないかもしれないのです。じゃあそんな北朝鮮製の砲弾を使わなければ良いじゃないかと思われるかもしれませんが、これもまたロシアの方でも新しく製造ラインを築くほどではないと判断しているのでしょう。この大砲用の製造ラインを作るといった話は今のところ出ていません。ですから現場の兵士たちが暴発の恐怖に耐えながらこの兵器を使う日々が続くことでしょう。続いてはロシアで使われている大型の輸送機について IL-76MD-90A という機体です。ロシアの基礎工業力に問題がありますよという話題がもう一つ伝えられています。ロシアで新型輸送機の4分の1が飛行不能。その理由は実にお粗末なものだった。ロシアの経済紙であるコメルサントは2024年7月19日 IL-76MD-90A 輸送機の車輪用のベアリングで低品質の製品が使用されていたため、ロシア空軍が保有機のうち5機の運用を停止していると報じました。コメルサントによると IL-76 の部品を供給している工場で2017年から2022年にかけて偽造文書を使用して未知の供給業者からベアリングを購入していたことがロシア検察庁で明らかになったとのことです。なお、この件が汚職によるものなのか、
2014年のクリミア危機以降の西側陣営による経済制裁による部品の供給不足によるものなのか、詳細は現在のところ報じられていません。なぜこの段階で2つの可能性が取り上げられているかといえば、ロシアは腐敗ランキング141位と世界でも腐敗・不正の蔓延している国の一つだからです。それは行財政の世界だけではなく民間企業でも横行しており、得体の知れないベアリングを購入するのに本来の価格を請求し、その差額分をポケットマネーにした人たちがいるというところが可能性としてあるわけです。これらの出所不明のベアリングは低品質な製品で、いくつかの企業を経由してロシア軍が現在運用している機体にも使われたそうです。そのため軍の所有する輸送機のうち5機が車輪のトラブルなどで飛行停止しているとのことです。IL-76 MD-90A は軍用輸送機である IL-76 の最新モデルで2012年9月22日に初飛行を行いました。複数のジャーナリストで結成されたロシアの独立系メディアアイストーリーズによると、ロシア軍は2023年末時点で計18機のIL-76MD-90A を所有しているとのことで、約4分の1の機体が使用不能になっている状態です。この事態を受け、ロシア連邦保安庁は刑事訴訟を開始しています。ロシアは武器輸出大国でしたから、砲弾の製造能力については西側よりも多く、それに伴って支援を受けたウクライナ軍よりも常に砲撃数においては上回り続けています。しかし、砲弾は大量に作れるんだけれども、砲身そのものの製造能力は十分ではないといったことが露呈しています。昔ソ連が作ったものを再生して70年ものの大砲を前線に送るなんていうことは本来であれば非効率すぎてやらない方がいいわけです。例えば製造能力そのものがちゃんと確保されていれば 150mm 榴弾砲の砲身を大量に作って、それに基づく最新の榴弾砲なり自走砲なりを量産すればよいわけで、北朝鮮製に頼らなければならない事態へとなっているわけです。そしてベアリングが不具合を起こして輸送機が使えないなんていうのは、まさにロシアの基礎的な工業力に欠点があることを示しています。ベアリングといえば一つ一つの単品そのものについては単価がそれほど高くないことから軽視されがちなのですが、しかし一方においてだからこそ使った基礎的な工業力を元にして高い品質が維持されていることが重要なのです。後から入るにしては単価が高くないからそれほど参入するには利益は生まれません。しかし安く作ろうと思えば低品質ですから重要なことは任せられません。そのために日本や欧米のメーカーが信頼できるベアリングメーカーであるのと比べて、中国やロシアでは低品質のものしか作れないと言われています。ロシアの場合だとそもそも取り組んでいないんじゃないかとすら言われていて、おおよそ出どころ不明のこのベアリングについても中国製のものでしょう。しかも中国製の中でもさらに品質の悪いものをつかまされていたのかもしれません。こうした低品質のベアリングを使っていると、製品の耐久性が低いことから故障が頻発したり、メンテナンスもより短い間隔で行わなければならないなど余計な手間暇、故障なども頻発し、出費もかさんでしまうものでしょう。ちなみにこうした航空機メーカーの失態なのですが、中国との間でも発覚しています。例えばロシアでは国産旅客機を主体としてなんとか欧米製の旅客機から脱却しようと考えています。そこの考えの中から中国メーカーと共同開発を行って国産旅客機を飛ばそうという計画もありました。しかし、ロシアはソ連時代の遺産が多いという話をしましたが、ソ連とロシアでは少し事情が異なっていて、今のロシアにはソ連時代にあった技術すらも失われたものがあります。例えば昔々で言えば、ソ連と中国を比較した場合において航空技術はソ連の方が優れていました。ですから、ソ連製の飛行機を中国がコピーするといったことがあったわけです。ところが現代においてはその立場は全く逆転していて、飛行機を共同開発しようとなった時に今では中国メーカーの方が立場が強くなっています。その証拠として中国とロシアで共同開発が進められていた旅客機なのですが、最終的には
ロシアメーカーの担当するパーツがなくなってしまい、最終的には計画から除外されるといった事態が発生しました。なぜそのようなことになってしまったかといえば、2014年にロシアがクリミア半島を奪いに行って、その時かけられた制裁により、航空機産業に対する西側からの取引停止といったものが起こりました。ロシアの航空機産業は欧米メーカー製品にかなり主要な部分を依存していたがため、中国メーカーにとっても特にあなたと付き合わなくても西側のメーカーと直接取引しようといった形でロシア企業が全く見向きもされなくなってしまったのです。中国の国産旅客機計画なのですが、国産とは言いつつも実際には欧米製のパーツを非常に多く使うことによって、まずは国内で飛ばしてビジネスとして成り立たせ、そこからだんだんと国際的な型式証明を取ろうという計画となっています。今では中国メーカーにすら負けるというのが今のロシア企業の実情だと言えるでしょう。そして最後にもう一つ、前線に影響を与える話として、ロシア軍が人海戦術を多用していることを取り上げました。多くの兵士の人命を投げ捨てるような行為なのですが、しかし、そうした人海戦術によってウクライナ軍をじわりじわりと苦しめているのも確かです。そうしたロシア軍の人命軽視の戦術なのですが、さらに強化しようとする動きがあります。それは、ロシア兵に対するバイク運転技術の養成技術訓練をより強化しようとする動きです。なぜロシア軍がバイクを多用しようとしているかといえば、そもそもバイクは別に軍事用品としてではなく、一般商品として世界中に販売されており、調達が非常に容易なものです。新品から中古品まで様々なところで大量に出回っているものですから、制裁を逃れて何とか数を揃えなければならないと血眼になる必要はありません。普通の取引でバイクは大量に輸入することができます。そして現在の戦線は南北1000キロにもなり非常に長大なもので、全ての場所で重厚な監視網が築けるわけではありません。時間や場所によっては弱点をつくような突撃すらできることもあります。ほとんどの場合が見つかればあっという間に兵士もバイクもボロボロになってしまうものなので、兵士の死傷率は非常に高いものです。そもそもバイクでの突撃ですから何にも身を守る走行はありませんし、また両手を使って操作する必要がありますから、ロシア兵がウクライナ軍に対する攻撃を行うのも非常に困難なものです。あくまでもウクライナ軍に見つかる前にウクライナ軍陣地の近くまでバイクで突撃し、そこからバイクを捨てて徒歩攻撃を行うといった基本戦術ですから、ほとんど運任せのものです。ただ、バイク技術を養えば少しでもこの損耗率を下げることができるかもしれないとロシア軍は期待しているようです。ロシアはバイク突撃兵なのですが、起源を探っていくと第一次世界大戦にはすでに試した例がドイツ軍であるそうです。第一次世界大戦は塹壕戦として知られていて、両軍が塹壕を掘り、そして両軍の激しい砲撃が戦場を支配していました。そのような戦場にあって、当然のように騎馬兵とかではスピードが遅すぎて蜂の巣にされてしまうので、もっとスピードを上げればなんとかなるんじゃないかといったところでバイク突撃兵が試されたそうです。結果から言えば現代のロシア軍と同じくバイク突撃兵として突っ込んだ人がほとんど生きて帰らなかったそうです。そのような失敗もあってすぐにドイツ軍もこれはダメだと言って実験的に取り組まれた以外には本格的な採用はしなかったそうです。そういった意味ではバイク突撃兵はロシア軍が本格的に運用したという意味では世界初かもしれません。しかしそれは特に誇れることではなく、そんな無謀なことをしたという意味において歴史に名を残すかもしれません。次に日本に集まってくるヨーロッパの空軍機についてのお話をしましょう。こちらは日本の戦闘機とフランス空軍のラファールが編隊飛行をしているところです。基地にやってきたフランス空軍の人たちを歓迎する式典の様子がこちら。またラファールだけではなくユーロファイターもまた日本へやってきて共同訓練を行っています。このような写真が公開されているのは日本が NATO との関係を強化しているからです。そこでこちらの記事を紹介しましょう。ロシアの背後を脅かす NATO と航空自衛隊の共同訓練。NATO と日本はロシアという共通の脅威を念頭に軍事協力を進化させている。今年の夏もヨーロッパの複数国の空軍がアジア北東部に位置する日本の周辺に航空機を展開させた。自衛隊の情報によると NATO との一連の共同演習は7月19日に始まり8月8日に終わる予定だ。ヨーロッパ側の参加国はフランス、ドイツ、イタリア、スペイン、日本を含め
いずれもアメリカの同盟国だ。NATO がインド太平洋地域での役割を拡大する中で、日本は同地域における NATO のパートナーとなっている。2年前ロシアがウクライナに本格侵攻を始めてからも、日本政府は一貫してウクライナ支援の姿勢を明確にしている。ヨーロッパで主権国家のウクライナを攻撃するロシアと、日本は領土問題を抱えている。極東の北方領土は、今もロシアの実効支配下にある。ロシア外務省は6月28日、ロシア極東地域の沿岸で NATO と共同で軍事演習を実施するという日本政府の決断は容認できないと主張した。8月にはイタリア空軍が参加。フランス空軍と日本の航空自衛隊が参加する2日間の戦術訓練演習は7月19日に始まった。フランス空軍は茨城県の百里基地にラファール戦闘機4機と支援機計6機を派遣した。航空自衛隊の F2 戦闘機2機もこの演習に参加した。同時にドイツとスペインの空軍に所属するユーロファイター戦闘機計12機と支援機計10機が日本の F15 戦闘機4機とともに日本、ドイツ、スペイン共同訓練を実施した。日本での共同訓練の後、ヨーロッパ各国の空軍機及び要員はハワイとオーストラリアに向かい、さらに2つの共同訓練に参加する予定だ。日本の自衛隊は NATO との共同訓練は自由で開かれたインド太平洋の実現に寄与すると述べた。ロシアによるウクライナ侵攻に伴って各国がどのような反応をしているかというのは注意深く見ておく必要があります。例えば、国連総会の場合においてロシアに対して明確に侵略行為に対する反対意見を述べる国と、一方において棄権やロシア擁護派もしくはロシアの支持派の国も国連の場においては存在します。そういった賛成反対が明確な場合とはまた別に、ロシアによる侵略そのものは悪いよねと言いつつも、だからといって制裁に加わるわけでもないし、ウクライナに支援するわけでもないといった国もあります。それぞれの国においてそれぞれの国益があるので、どう動くかはもちろんそれぞれの国の判断なのですが、しかし少なくとも明確に国際法違反の侵略行為を行っている国に対してどう対応するか、そこで日本の味方とすべき国というものはある程度判定することができます。日本国内にはロシア支持者の人たちもいるわけですが、少なくとも私は侵略行為に対して反対ですから、日本の安全保障体制を固めて日本に攻撃すれば、必ずその報復としてその国はひどいことになるということを抑止力として持っておく必要があります。その時に実際に同盟関係を持っていて助けてくれる国がどこかというのをきちんと認識し、何かが起こる前に友好関係を深めておく必要があります。そうしたことを前提にして考えると、 NATO との協力関係を強化しておくことは日本の安全保障上プラスになることは間違いないと私は思います。なぜならば、ロシアによる侵略を受けてそのウクライナに対して支援をしている明確な柱として2つの存在があります。それがアメリカという単独と、そして NATO という集団安全保障体制の国々です。これははっきりと直視しておかなければならない間違いのない事実です。例えば、どこかの国がどこかの国に攻め入れば世界中の国が敵になるといったような考え方を持つ人もいるわけですが、それはあくまでも理想であって現実ではありません。これは何も日本と他の国の話でもそうです。日本がどこかの国に侵略されたり攻撃されたりすれば、それに伴って攻撃した側が世界の敵になってみんなからやっつけられるなんていうのも、これもまた幻想に過ぎません。ほとんどの国においては、日本が攻められているんだって、大変だね。国連の総会においては、侵略国を非難しようと政治的には動くでしょう。しかし、日本を軍事的に支援しようとする国は、はっきり言えばものすごく少ないと考えてください。今回のロシアによるウクライナ侵略ではっきりと分かっているのは、東南アジアの国々はほとんどが政治的には動いても軍事的には動きませんし、同じような事情はアフリカ大陸の国々や中近東、南米大陸、これらははっきり言えば味方であったとしても決して大きな支援はしてくれません。もちろんこの国々と友好関係を築いていくことは大事です。しかし友好関係だからといって軍事支援がもらえる中ではないということもまた気をつけなければならないのです。ですからよりどこの国と友好関係を深めるかとなった時に、ヨーロッパ各国や北米の国々と友好関係を深めておくというのははっきり言えば最重要課題です。今回のヨーロッパ各国の空軍が日本にやってきて自衛隊と
と共同訓練をしていることに関しても、ロシアを刺激するであるとか、中国が反発するであるとか、そういったことをことさら騒ぎ立てる人がいますが、ロシアも中国も決して日本にとっては友好国ではないといったことは押さえておくべきポイントでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。ロシア内部においては軍事経済といったものを回しているわけですが、しかしかなり無理をしながらの戦争ですから、長期化すればするほどロシアの未来は閉ざされていくというのは私は間違いないと思います。しかし一方において独裁政権による戦争遂行といったものはそうそう簡単に終わらないといったこともまた同時に存在しますから、この辺りが何とも見ていてすっきりとしないところです。そして現在は平和な日本ですが、この状態というものが永続的なものではないといったことも考えて NATO との関係強化が確実に図られています。日本の場合だとどうしても平和な時間が長かったこともあり、国内の様々な戦争がないという前提にした社会制度といったものを改革するのが遅れています。戦争が一旦始まり、それが日常化するとどんどんと世界で関心を失ってしまうという現実が今まさに起こっているわけですから、戦争がない前提ではなく、どこかの国が攻撃してくるといったことを前提とした社会制度づくりをするというのが今の日本には必要でしょう。皆さんはどう思われるでしょうか。それでは動画が見合ったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。また情報の更新に役立ったなと思われる方はぜひともスーパーチャットや他の方へのおすすめもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。